こんにちは、大輔です。本日は視聴者さんからいただくコメントの中で役立つもの3選ということでお話をしていきたいと思います。いずれもですね、ここ2週間程度でいただいたコメントの中から僕のね、独断でピックアップをしてお届けするという形になります。ラインナップはこちらです。1、ナイアの入国手続きが実はスムーズだというお話。2、特別観光ビザの落とし穴。3、ビザなし外国人パートナーと帰国をされたお話ですね。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。なんかね、いつも僕が作る動画のコンテンツよりもね、このラインナップが豪華な気がするのは気のせいでしょうか。早速本題に入ってまいりましょう。1、ナイアの入国手続きは実はスムーズだというお話ですね。こちらのコメントをいただいたのはカズワールドさんです。この方はですね、ペザビザで最近フィリピンに入国をされた方なんですが、このペザビザっていうのはね、フィリピン経済特区向けの特別な資格を持つビジネス渡航用のビザになります。このようなね、コメントをいただきました。昨日無事入国できました。やることが多すぎて、またうまくいかないことも多くて、ホテルに着いた時はクタクタでした。タイミングにもよると思うんですが、マニラ空港は私が搭乗した便の客以外おりませんでした。そのため書類の確認や PCR 検査、関税も並ばず通過できました。ビザに関しては何の質問もありませんでした。飛行機が到着後、空港から出るまでは1時間かからなかったと思います。これは想像よりもだいぶ短いですよね、1時間っていうと。やっぱりね、検査とかで最低限1時間はかかるっていうことなんですかね。勉強になります。そしてね、コメントはこんな風に続くわけです。街中の状況も色々と変わってましたが、エドゥさんの渋滞が以前と変わらないのに驚きました。PCR 検査の結果は7時間後にメールで送られてきました。簡単ですが参考までということで、フィリピンの場合はですね、入国後の待機措置が PCR 検査結果が出るまでの間ということのようでして、このあたり日本と状況が異なるのでね、興味深いところですよね。ということで、カズワルドさん、どうもありがとうございました。どんな風にね、街並みが変わったのか、とっても気になりますので、ぜひまた続報をいただけると嬉しいなと思います。皆さんちなみにフィリピンの直近の入国条件についてはですね、こちらの動画で徹底解説をしておりますので、興味のある方は見てみてください。それでは次参りましょう。2、特別観光ビザの落とし穴という話です。渡航解禁に慎重なアジア圏の中で特別観光ビザなるものがタイで始まったというお話、こちらの動画で解説をさせていただきました。そしてですね、海外渡航の際には保険をかけていくことがとっても重要にもなっているというお話もね、こちらの動画でさせてもらいましたよね。そんな中、タイの特別観光ビザを申請されているね、最中の方から今後の渡航で皆さんでもつまずく可能性がありそうなことをコメントでいただいておりますので、紹介をいたします。こちら投稿いただいたのはよっちゃんず T さんになります。こんな感じですね。私、クレジットカード付帯保険で現在トラブル発生中です。実は今、スペシャルツーリストビザを取得してタイに渡航しようとチャレンジ中です。タイの入国許可とスペシャルツーリストビザ取得に必要な保険があります。タイ国内の医療保険に対応したアウトペイシェントベネフィット4万バーツ以上、日本円で言うと13万から14万円程度ですね。インペイシャントベネフィット40万バーツ以上、これもね、日本円で言うと130から140万円程度ですね。こちらの対応保険として JAL のクレジットカードの付帯保険をね、取り寄せられたということだったんです。それでね、すぐに大使館の方にそれを提出をされたということだったんですが、その時にね、職員の方からね、保証内容が満たされていないんじゃないかということで、ダメだと言われてしまったということですね。こんな感じで続きます。そして新しい保険証明のフォーマットを渡され、これに保険会社から記入をしてもらい署名をもらってきてくださいと言われました。
で、この方なんですけど、STB 申請日として11月の6日を見込んでいたようでして、そのためにね、名古屋からわざわざ東京まで出てくる予定も組まれてたとのことでね、この新たに証書のね、取り寄せを、また JAL からになるのかな、クレジットカード会社から取り寄せるっていうことがね、時間上難しいみたいなんですよね。この話には続きがあります。こんな感じでね、コメントいただきました。いろいろタイ国内の保険を調べた結果、判明したことは記載している英文が違うだけでした。私が入手した保険証明の英文は、Injury Medical Expenses。これは、障害治療費用という意味ですね。これに、クレジットカードからのね、付帯が150万円の保証がつくということです。あとは、シックネスメディカルエクスペンセスということで、疾病治療費用が、これも150万円つくということで、クレジットカードの保険証明の方にはこういった記載がありましたということなんですが、タイの国内保険会社の内容を調べたところ、英文記載はすべて、インジュエリーメディカルエクスペンスではなくて、アウトペイシェントベネフィット、外傷患者の給付という意味になるようですね。で、もう一つが、シックネスメディカルエクスペンスではなくて、インペイシャントベネフィット、内科患者の給付という意味になるんですが、こちらのね、記載だったということなんです。で、そしてね、この方、月曜日に電話で、アウトペイシャントベネフィットとインペイシャントベネフィットの記載を、括弧書きで追加してほしいよという旨を相談をね、しようかと思ってるということでコメントをいただいていました。保険会社に事情を説明して頑張って追記をしてもらいたいと思います。そうしないと国内で加入する保険はアウトペイシェント、インペイシェントのワードがない限りどれもみんなダメということになるので、ということで、初めは大使館の職員なんでわからないんだよと思いましたが、冷静に考えてみると、アウトペイシャント、インペイシャントの必要ワードがないのに職員が勝手に認めるわけにもいかないよな。という感じでね、コメントいただきましたけども、最後の方にはね、この方も職員の事情を汲み取るような余裕もあったりするね、優しい方だなと思いましたけどね、どうしても外国語の記載の書面になるので、意味の取り違いなどで本来は正しい文章を用意できているのに先に進めないってことがあるようですね。このあたり、僕が実際に渡航をする番になったらですね、何かしら引っかかりそうだなと思いましたね。より一層気を引き締めたいなと思わせるコメント、よっちゃんず T さん、貴重な体験談ありがとうございました。ここで少し残念なお知らせがあるんですが、今ですね、日本にあるタイ王国大使館のサイトを見直してみたらですね、特別観光ビザの渡航が現時点だと日本が対象外となってしまっているみたいなんです。陽性者の数によってリスク管理がなされていて、日本の数がね、落ち着いたらまた許可されていくものと思いますけども、ぜひ特別観光ビザでの渡航成功させてもらいたいですね。個人的に応援させてもらいたいなと思います。それでは次参りましょう。③ビザなし外国人パートナーと帰国という話ですけども、入国制限が始まってからですね、当面の間一度日本から外に出てしまうと在留資格を持っている方であっても再入国認められないというね、なんとも非人道的な状況ってありましたよね。で、緩和が進む今現在においてもですね、例えば外国人の配偶者がいらっしゃって、そのパートナーが結婚ビザを持っていなかったとしてね、日本に入国できないんじゃないかと心配されている方が多くいらっしゃるように思います。そんな方向けに在留資格がなかったとしても、日本への入国は手続きを踏めばできるんじゃないかというお話をこちらの動画でさせてもらいました。で、最近になってですね、実際にビザなし外国人パートナーと帰国ができそうだというご報告をですね、ニャムミュンさんからいただきましたのでご紹介します。こんなコメントでした。大輔さんはじめまして、そしてありがとう。出入国管理庁に電話して聞きました。この聞きましたっていうのは外国籍の旦那さんに関して質問をされたということでしょうね。でね、こんな風に回答が返ってきたみたいですね。ビザがあれば事前審査を受けるという意味で確実です。ただしコロナ陰性の証明書と結婚をしていることがわかる書類があればビザがなくても入れることになっていますと。いうね、こんな回答を受けましたとコメントいただきました。私が住んでいるところの日本領事館はビザを取るための予約が全く取れないので諦めるしかないと思っていました。この動画で180度変わりました。ちなみに私の夫はアメリカ在住カナダ人です。来月一緒に帰ります。また帰れたら報告します。ということですので、動画がね、お役に立てたということで、僕としてはね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ニャムミャムさん、ありがとうございました。続報、楽しみにお待ちしております。
ということでですね、毎日こちらに紹介しきれないぐらいのですね、多くのコメントをいただいておりまして、僕自身渡航をしたことがない国の方からも多くコメントをいただいているわけでして、その時ね、現地の状況がなかなかね、僕としてはわからない中で、実は恐縮しっぱなしっていうのが本当の気持ちなんですけども、でもね、皆さんからいろんなお話をね、お聞かせいただきまして、とっても勉強になっております。旅がね、まだまだできていない中なんですけど、皆さんのおかげでニューノーマルな旅をサバイブするだけの知識が少しずつね、ここ溜まってきてますので、それでもね、今後渡航をするのは今までよりも高いハードルになることが想定されますので、引き続き皆さんと一緒に学んでサバイバル能力、これをね、高めていきたいと思うわけです。本日の動画が面白いとかね、役に立ったよという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画お待ちいただければと思います。皆さんからいただいたコメントのまとめでですね、こういった動画を作れるってことはとっても有意義だなと思いましたね。どこからもね、報道されてないめちゃくちゃ貴重な体験談をいただいているということになるので、僕のチャンネルでしか手に入らない情報だとも言えるわけです。ですので、今後も時期を見ながらこういった企画やっていきたいなと思います。本日は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。